皆さん、こんにちは。まなみです。今回の動画はデパコスのパウダーファンデを比較して、どれが一番いいのかをご紹介したいと思います。どれが一番いいかっていうのは、私個人の基準なので、こっちの方がいいって思う方いらっしゃるかと思いますが、そういった感想もぜひコメント欄に残していただけると、この動画をご覧になってくださった方の参考にしていただけるかなと思うので、ぜひどしどしコメントをいただけたらと思います。もうサムネに載っているかと思いますが、今回ご紹介していくパウダーファンデを一つずつお見せしていきたいと思います。商品説明も一応お話ししますが、密着とかムラなくとか素肌のようにっていうのは結構どのパウダーファンデの商品説明にも書いてあって、同じことをリピートすることになってしまうので、そういうのは省いております。デパコスってリフィルとケースを別で販売していることが多いんですが、こちらに載せるテロップには合計の値段を書いておきます。ということで、まずはこちら、クレドポーボーテのタンプードルエクラ2です。私はですね、ケースを買ったらパフがついてくるものだと思っていたんですが、ついておりませんでした。一応中はこんな感じになっていて、私はオークル10番を購入しました。メモがこの左下にあるので、こちらを見ながらお話ししていくんですけど、トリートメントパウダーファンデーションって書いてあって、しっとり軽いパウダーのファンデーションです。香りはフローラル系の香りがします。次は、この可愛いお花の模様がケースになっているコスメデコルテ全ウェアパウダーファンデーションです。こちらはN16 番のカラーです。しっとり肌時計ツヤ、24時間薄膜ハイカバーと書いてあります。グリーンフローラルムスクの香りなんですけど、日本庭園で選定された梅の花を使用しているそうです。私結構この香り好きなんですけど、とてもいい梅の花の香りがします。次、塗ったのは確かゲランだったと思うんですが、こちらがパリュールゴールドスキンコントロールコンパクトです。こちらの私は 0N 番を購入しました。これは美しいマットな仕上がり、で 24K ゴールドが配合されているのと、あとは24時間崩れにくいと書いてありました。マット系のパウダーファンデですね。こちらも香りはフローラル系なんですけど、ゲランのあの香り、何なんでしょうこれ。結構強めの香りがします。で、次、スックのグローパウダーファンデーション210番を購入しました。今お昼ですごく明るいので色味が明るく見えているかもしれないんですけど、私からすると少し暗めの色でした。これが一番ケースが薄くて持ち運びやすいなと思ったんですけれども、クリーミーなテクスチャーで磨き上げたツヤを作ってくれます。で、2月6日に値上げするって書いてあったので、これが欲しい方は買うなら今っていう感じで、この後レビューを見て気になった方はぜひ早めにご購入ください。これは香りがありません。で、こちらはデパコスかなって悩んだんですけど、価格的にはデパコスに入れてもいいなと思ったので、今回入れてみました。メイクアップフォーエバーの HD スキンマットベルベットコンパクトです。1Y04 のウォームアラバスターという色を買いました。これはプロのメイクアップアーティストと共同開発していて、高い補正力、ウォータープルーフで擦れに強いのと24時間持続と書いてあります。かなり気に入ったパウダーファンデなので、ぜひ検証をご覧いただきたいんですけど、今検証している最中で、塗りたてはとても綺麗だったんですが、経過はどうなるかなっていう感じで期待をしているパウダーファンデです。結果は動画の最後にお話ししますので、タイムラインを確認して飛んでいただけたらと思います。メイクアップフォーエバーは香料は入っていないかなと思います。最後がこちらです。エレガンスのリファインベルベティファンデーションです。これだけこのパフが上に乗っているタイプで、私は黄身が強めなので アイボリーでしょうかの301の一番明るい色を買いました。それでもちょっと暗いかもと思ったので、肌のトーンが明るい方って色選びが難しそうだなと思ったんですけど、とりあえずこちらの色を買って、でこれは上質なベルベット肌になるそうです。これもフローラル系の香りなのかなと思いますが、そんなに強くはありません。この動画を作ろうと思ってからかなり時間が経って今投稿しているっていう感じなんですけど、これは店頭でしか販売していないので、これを買うために時間がかかってしまってお待たせいたしました。ということで商品説明はここで終わりで、次からは塗っているところをご覧いただきます。その後5時間後、10時間後の経過をお見せして、6つのパウダーファンデの比較が終わったら、最後にまとめでどのパウダーファンデがおすすめなのかをお伝えしたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。
ということで今回は一番最初なので下準備をご紹介していきます。まずはですね、私は日焼け止めはスキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50 プラス PA4 プラスを使っていきます。こういった少し黄みがかった白色のジェルタイプの日焼け止めで、これを全顔に塗っていきます。で、実は昨日一度撮影したんですが、ざらつきが出てしまって5時間後の撮影とかがうまくできなかったので再チャレンジなんですけど、これは保湿力も少しあるのでかさつかないように昨日よりは少し多めに塗ろうかなと思っています。日焼け止めは塗った後少しペタッとするので、この後時間を置いてからフェイスパウダーを塗っていきます。このフェイスパウダーがこちらです。エトボスのミネラルシルキーベール SPF20PA2 プラスで、この白いパッケージは汚れがつきやすくてとても汚いんですが、開けてみるとこんな感じで上に鏡があって下にパフも入っています。で、このパフが昨日も使ったので少し汚れていますが、毛足がですね、短すぎず長すぎずっていう感じで、日焼け止めを塗った後のペタペタしている肌の上からでも綺麗に塗れます。粉質もとても良くて粉感が少なかったりとかムラにならずに塗れるっていう特徴があるので、とても気に入っているパウダーで、こういった明るめのベージュ系のカラーで肌にのせたらそんなに色はつかなくてちょっと明るくなるかなぐらいなので、パウダーファンデを塗る前にもぴったりですし、お直しの時に使ってもパサパサになったりとかしないのでとても使いやすいです。それでは塗っていきます。もう塗ってしまいましたが、私はかなりたっぷりつけます。こんな感じで、全然カバー力は低いので隠してくれるっていう感じではないんですが、すっぴんよりは綺麗に見えるなっていう印象でとても気に入っております。引きで見るとこんな感じでツヤを抑えてくれて少しサラッとするので、後からのせるパウダーファンデがムラにならないように塗っています。本日は左側にクレドポーボーテを使っていきます。で、こんな感じの少し黄みが強くて、私の首の色と比べると色が濃かったんですよね。なので少し合っていませんが、とりあえずこちらを使っていきます。ケースを買った時にパフは付属のものがついていると思っていたらついていなくて今ない状態なんですけど、ただ私はいつもパウダーファンデーションはこのパフで塗っています。ロジーローザのビロードタッチパフです。毛足が長めなのでパウダーファンデーションを均一に塗ることができてとても綺麗につきます。私はだいたい付属のパフで塗るとムラになってしまったりして綺麗に塗れないので、今回はこちらで全てのファンデーションを塗っていこうかなと思います。付属のパフ塗りが見たいっていう方もいらっしゃるかと思いますが、私の肌だと全然うまく塗れなくて、また落としてこちらで塗ることになってしまうので、今回は最初からこのパフを使っていきます。ツヤの化粧下地を使ってからそのままファンデーションを重ねても綺麗に塗る方っていらっしゃるじゃないですか。多分元から肌が綺麗な方だろうなと思うんですけど、それがちょっと信じられなくて、全然うまく塗れた試しがないんですね。もともと肌にざらつきとかもあるので、私にはこの方法が一番合っています。パフに取って塗っていきます。私はポンポンと叩くように塗っていくのが好きで、毛穴をもっと隠したいなっていう時とかはこすったりはしますが、こちらの方がよれにくいなっていう気がして、私はポンポン塗り推奨です。のクレドポーボーテのファンデーションは色が濃いからっていうのもあると思いますが、カバー力も次にお見せするものよりは高いなって感じて、一度塗りで塗った時のカバー力が比較すると高いなって感じていて、しかも塗った時のざらつき感とかもないですし、よれもないので、これはどんどん使っていきたいなと思ったパウダーファンデですね。左側にクレドポーボーテを塗り終えました。おでこはこんな感じです。やっぱりパウダーファンデなのでカバー力が抜群にいいっていうことはないんですけど、でもパウダーファンデの中ではカバー力はいい方です。こことかを見るとこのように髪のカバー力はこんな感じで、首と合わせるのであればもう一段階ぐらい明るいものを塗ってもいいかなと思うんですけど、顔の肌色とはぴったりなんですよ。馴染みやすいかなっていう気はしております。パサパサにならず、しっとりすぎてよれたりもせず、毛穴も結構ぼかしてくれていますし、綺麗なパウダーファンデなので気に入りました。
それではコスメデコルテを塗っていきます。こちらの方が色は明るめなんですけど、あれはお花の香りが強めですね。これは肌の調子も関係していると思うんですけど、クレドポーボーテに比べると少しパサッとする感じはあるんですよね。両方とも塗り終えました。おでこって一番赤みとかが少ないので、私の中では分かりづらいんですけど、とりあえず両方とも綺麗だなっていうのがあって、頬と鼻なんですけど、色味が明るいからっていうのもあると思いますが、コスメデコルテよりはクレドポーボーテの方がカバー力が高い気がします。で、毛穴のカバー力はコスメデコルテもあるんですけど、若干クレドポーボーテの方が高いかなっていう気がしていて、おそらくこちらよりもクレドポーボーテの方がよりマットな感じ、全然しっかりマットっていうほどでもないんですけど、こちらよりはちょっとだけツヤが抑えられているような気がするので、そのおかげで毛穴が目立ちにくいのかなっていう気がしています。昨日も思ったんですけど、個人的にはクレドポーボーテの方が肌に合っていて綺麗に見えるなと思ったので、今のところこちらの方が好きです。こちらは5時間後の動画です。おでこはこんな感じで、左右で比べるとクレドポーボーテの方がツヤっとしています。やっぱり塗った時にパサつきがこちらの方が少ないなと思ったんですけど、その分テカるのは少し早めなのかなっていう印象です。爪デコルテの方はちょっとツヤっとはしているものの綺麗なツヤぐらいで、そんなに気にならないかなって思います。頬もですね、やはりこちらの方がツヤっとしていて、まあすごくテカっているっていうほどではないので、これぐらいでも私は問題なく外出できますが、このほうれい線のところとかは少しティッシュで押さえたらもっと綺麗かなって思います。で、コスメデコルテの方はやはり少しざらつきが増しているような気がします。後日検証しない日にも使って試してみたいなとは思っているんですけど、左頬以外でもざらついてしまうのか見てみようかなと思います。ただテカリ具合とかは綺麗なので、このざらつきが肌の調子によるものであれば、肌がつるっとしてる時に塗ったら持続力も良くていいと思います。こちらは10時間後の動画です。7時間後の時点でもこちらのクレドポーボーテの方がテカリは強かったんですけど、両方とも左右差はあまりなくなっているかなと思います。テカっているんですけど、この辺りのざらつきとかはそのままっていう感じですね。それ以上よれて汚くなったりしているところはないので、頬とかに関して言うとクレドポーボーテの方はまだ綺麗です。鼻はもう少し毛穴がカバーされていたような気がしますが、皮脂が出てきたことによってちょっと目立ってきているのかなという気がします。で、両方ともすごく色味が暗くなってしまっているっていうのは感じないですね。やっぱりコスメデコルテの方がもともと明るかったので、その明るさがほぼ保たれているような感じです。今回の結果的に私はクレドポーボーテの方がカバー力もあって、時間が経って皮脂が出てきてもよれていないのでいいんじゃないかと思います。で、ちなみにティッシュオフをすると、で、上からパウダーファンデで塗り直してみます。ちょっとよれるかな。でも人と対面する距離であれば全然気にならないぐらいです。で、コスデコはざらつきはそのまんまっていう感じですが、カバー力に関して言うと再度アップするので、
いいですね。ただ塗り直しもやっぱりクレドポーボーテの方が綺麗かなという気がします。それでは本日はゲランのファンデーションをまず塗っていきます。でゲランのパウダーファンデはそんなにカバー力高くないよなって以前使った時に思っていたんですけど、他のデパコスと比べたら意外とカバー力高めな気がしてきました。いつも使っているインテグレートに比べたらカバー力は低いんですが、デパコス内では意外と高めな方かもしれません。でも赤みとか全然見えますけどね。左側にゲランを塗りました。おでこはこんな感じで、カバー力はミディアムくらいでしょうか。クレドポーボーテと同じぐらいのカバー力な気がします。それよりちょっと低いかな。コスメデコルテよりは高いですね。毛穴のぼかされ方はクレドポーボーテの方が高い気はしますが、それでも塗っていない方よりは鼻とかも結構カバーしてくれているので綺麗です。次はスックを塗っていきます。こちらも色は濃いめな気がしますね。もう一個明るいのでも良かったかなっていう気はしますが、パウダーファンデだけどツヤの残る感じ。前回もコスメデコルテを塗った時にお伝えしたんですけど、頬のあたりがざらつきやすいんですが、スックを塗ったらそんなに気になりません。今まで試してきた中で一番保湿力が高いファンデかなって思います。両方とも塗り終えました。おでこはこんな感じです。ゲランよりもスックの方がツヤっとしているのが分かりますか？頬の方が分かりやすいかな？こんな感じで、ちょっと左右差があんまりないように見えるかもしれませんが、こちらの方がツヤっとしています。ツヤっとしている分、毛穴とかも隠してくれているんですけど、光に当たって反射してしまうので、毛穴がこちらよりも分かりやすいかなっていう気がします。暗いところとかだと全然左右差はなく見えるんですけど、太陽光に当たった時に反射して見えやすいかなっていう印象です。こちらの方がマットで、こちらの方がツヤな仕上がりになりました。カバー力はスックの方が高いです。今まで試した中だとスックが一番カバー力は高いかなと思います。こちらは5時間後の動画です。おでこなんですが、やはり少しスックの方がツヤ感は強いです。ゲラの方もツヤっとしているんですが、スックほどではないですね。頬と鼻を比べてみると両方ともツヤっとしています。やはりおでこ同様、スックの方がこの辺りとかもテカリは強いので、塗った時にしっとり感とか、あとツヤは多めだったので仕方ないかなっていう印象です。もう少し日焼け止めをツヤがないものに変えたりとか、あとちょっとマットめな下地とかを使ったらよりキープされるんじゃないかなと思うので、特に乾燥肌の方とかにはぴったりだと思います。すごく崩れたりとかっていうのも今のところないので、その点で言うと綺麗です。で、このゲランを塗った方はスックと比べるとやはり持ちが良くて、この辺りとかを見てもそんなにテカっていないです。カメラで見るとかなりテカっているように見えるかもしれないんですけど、この小鼻の横の部分は皮脂で押さえたいかなっていう気はしますが、それ以外はまだ押さえなくても全然綺麗なツヤだなっていう感じなので、でも綺麗に保ってくれていると思います。こちらは10時間後の動画です。おでこのテカリ方の左右差は10時間後になるとほぼなかったです。頬も左右差はないかなと思いますが、スックは保湿力があって皮脂が出てくるのが早かった分、若干ダークニングはあるかなっていう気がしました。で、あとゲランの方はですね、ほうれい線の部分に乾燥浮きみたいなのがあって少しよれていたので、そこは気になりましたね。メイク直しをしていくんですけれども、ゲランはやはりマット目なので、塗り直すと毛穴もふわっとまたぼかしてくれるのでとっても綺麗でした。
スープなんですけど、やっぱりしっとりしている分、直した感もなく塗り直せる感じがあって、メイク直し後もとっても綺麗でした。それでは、メイクアップフォーエバーから塗っていきたいと思います。これはカバー力が高いらしくて、とても気になっていたんですけど、いいですね。カバー力も高いのに、よれない感じがいいです。どの製品を比較しようかなって調べていた時に、X でこの商品名を調べてみたら、メイクアップアーティストの方だったかながすごく絶賛していらして、そんなにいいのかと思って買ってみたんですけど、確かにいいです。左側にメイクアップフォーエバーを塗りました。カバー力もあって、リキッドを塗った時と遜色ない仕上がりですし、あと鼻の毛穴も結構隠れている方かなと思います。やっぱり大きい毛穴とかはまだ見えていますが、人と対面する距離ぐらいであればそんなに気にならないです。で、最近赤みが少ないのでカバー力がちょっと分かりにくいような気もしますが、でもハイカバーで毛穴も結構ぼかしてくれていてとても好きです。最近インテグレートのパウダーファンデをよく使っていますが、それと似たカバー力でそれよりもよれたりしないので、これ一番かもしれません。ちょっとテンションが上がっております。反対側にエレガンスを塗っていきます。ぐるっと混ぜて塗ってくださいっていう風に BA さんがおっしゃっていたので、こんな感じで混ぜて塗っていきます。で、これはこの前使ったんですけど、一応隠してくれながらもナチュラルな仕上がりだなって思いました。でもナチュラルすぎない仕上がりで、ちゃんと塗っている感は出るので、デイリー使いしやすいパウダーファンデかなっていう風に思います。肌がもともと綺麗な方とかはもうこれで十分なカバー力だと思うので、好きな方多いんじゃないかなと思ったんですけど、メイクアップフォーエバーと比べるとカバー力は低いです。色味的にはエレガンスの方が少しだけ暗めなので、その差が出ているかなと思いますが、頬と鼻はですね、有名なエレガンスのパウダーってとっても毛穴をぼかしてくれる効果が高いじゃないですか。なのでこれも抜群でいいのかなと思ったんですけど、やっぱりフォーエバーもいい感じに隠してくれているので、この辺りはですね、一番毛穴が私の肌の中だと開いている部分なので、ここが目立ったりしてしまっているんですけど、この上の部分とかを比べたら同じぐらい隠せているかなと思います。で、カバー力はやっぱりメイクアップフォーエバーの方が高くて、こちらの方が全体的な赤みは見えているんですけれども、でも両方綺麗です。とっても肌がざらつきやすい時期なので、こちらもですね、特に左側は塗ったらざらつくことが多いんですが、そういうのも拾わずに綺麗に乗ってくれているので、プレドポーボーテと同じくらいざらつきを拾わずに塗れるパウダーファンデだなって思います。メイクアップフォーエバーはカバー力ダントツ1位っていう感じで、とても気に入りました。ざらつきもないですね。先ほどもお伝えしましたが、よれもなく塗れるので、手持ちのパウダーファンデの中で一番かもしれません。こちらは5時間後の動画です。両方ともツヤっとしてきていて、で、このツヤ感に差はないですね。ほぼ同じぐらいのツヤの出方かなと思います。私の予想ではエレガンスの方がテカるのは早いかなと思っていましたが、そんなこともなく、この辺りとかも同じぐらいツヤっとしています。ほうれい線はやはり目立つのでテカっている感じはありますが、個人的には5時間後でこれくらいであればいいかなと思います。ざらつきなんですけど、若干メイクアップフォーエバーの方はこの辺りがざらついているかなっていう気はしますが、目立ちはしないので普通に私は使えるかなと思うんですけど、ざらつき具合を比べるとエレガンスの方が綺麗だなって思います。こちらは特にざらつきやすいのに全くざらつかず、やっぱり優秀ですね。こちらは10時間後の動画です。
おでこは両方ともテカってはいますが、そこまでテカテカっていうほどではないかなと思います。両方とも同じくらいで、頬もテカり方ほぼ変わらないかなと思うんですが、ちょっとメイクアップフォーエバーの方はファンデが浮いてきているような感覚があったりとか、あと鼻はですね、皮脂が出てきた時にその毛穴の部分のファンデーションが取れてしまって、毛穴がポツポツ開いているのがどんどん見えてきてしまっています。それはエレガンスの方も同じなんですけど、まだマシだなっていうのと、あと全然ファンデーションが浮いてきたりとかはしていないので、さすがだなっていう印象です。なのでメイクアップフォーエバーこまめにティッシュオフとかをして浮かないように調整できれば全然問題なく使えるかなっていう感じなんですけど、全くメイク直しができない時とかに使うとちょっとファンデ浮きが気になるかもしれません。でもやっぱりパウダーファンデでこのカバー力ってとてもいいので、私の中では気に入っているパウダーファンデです。さあ、メイク直しをしてみましょう。ティッシュオフだけをした時点では毛穴がかなり目立ってしまっていましたが、上からパウダーファンデを重ねたら結構綺麗になったのでいいですね。メイク直しをする前から綺麗でしたが、メイク直しをしても綺麗っていうメイク直しもしやすいパウダーファンデだなっていう気がします。今回の結果を踏まえておすすめを発表したいと思います。メイクアップフォーエバーの浮きが気になったので別日に撮影をしてみました。ちなみに今はですね、塗ってから11時間後なんですけど、本日はノブの日焼け止めと合わせておりまして、で、チークとかハイライトとかも塗ってしまっているんですが、結構綺麗に保たれていますよね。浮いていないなと思ったので、やっぱり日焼け止めの酸化塩のおかげなのかなと思っているんですけど、こんな感じで綺麗に保てるので、メイクアップフォーエバーはやはりいいですね。薄デコも別日に試したんですが、なんかやっぱりザラつくなっていう気はしたので、動画には載せておりませんが、検証した時と同じような感想なので、メイクアップフォーエバーだけ別日に撮影したものを載せておきます。ということで、6つのデパコスパウダーファンデを比較検証していきましたが、もう私のテンションの上がり具合で1位は分かっているっていう方もいらっしゃるかと思います。それがこちらです。メイクアップフォーエバーの HD スキンマットベルベットコンパクトです。で、1位といってもお出かけ用、ちゃんとしっかりメイクをしたい時用の1位のパウダーファンデなんですけれども、どうしてもリキッドファンデーションのハイカバーのものって肌負担があるなって感じることもあるんですが、パウダーファンデのハイカバーだとそこまで重たくないと言いますか、結構使っても肌荒れしないことが多いなと思っていて、よく私が使っているこのインテグレートのパウダーファンデも結構減ってきて、これも大好きなんですが、それを越しましたね。やっぱりハイカバーなので塗っている感は少し出ますが、でも私はですね、2つの気分があって、しっかりメイクをしてちゃんとカバーしてないとメイクをしてる意味がないじゃんって思う時と、どうでもいい時と言いますか、ちょっとカバーしておきたいけどそんなにハイカバーじゃなくてもいいかなって思う時があるので、これはしっかりとカバーしてメイクをしたい時に使っていこうと思います。お出かけの時はハイカバーのものを使うことが多いので、これは使う頻度が高くなると思います。毎日使っているポーチに入れておきます。デイリーに使いやすいものって考えた時にこの2つのどちらかかなと思ったんですけど、今半眼ずつ塗ってみたんですけど、クレドポーボーテの方が綺麗な気がします。デイリーに使いやすいのはこれかなって思いました。エレガンスのパウダーファンデももちろんこれからどんどん使っていくつもりなんですけど、やはりコンパクトでポーチに入れやすいのでメイク直し用にもぴったりかなって思います。あとこのスックのパウダーファンデは感動したんですが、下準備でこのエトボスのパウダーを塗って
マット目にしているにもかかわらず、このスックのパウダーファンデを塗ったらツヤっとしたんですね。どういうことと思って。前回検証した時もツヤ系って言われているパウダーファンデを使って、でも塗る前に肌をマットにしてしまっているので、塗った瞬間そこまでツヤは出ないなって思ったんですが、これは出ました。下地でツヤを仕込んで、その上からパウダーファンデを塗って、よりツヤツヤになるっていうのだったらまだわかるんですけど、これはパウダーファンデとツヤの両方を実現していて感動しましたね。どういう仕組みなんでしょう。特に母は乾燥肌なので、こういった方が合いそうだなと思って一度使ってみてもらおうと思います。合うようだったら母の肌色に合うものをプレゼントしようかなと思っていて、荷上げ前に買いたいなと思っております。ということで私はこちらのパウダーファンデをどんどん使っていこうと思います。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとこんな動画も見たいっていうリクエストがございましたらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。